はい、皆さん、コンタコス、スイッチ2が当たらないタルタコスでございます。さて、今回はですね、ルーンストーンを解き明かせ、ストーリー解説という企画でございますね。このバルフェイムですが、各バイオームにルーンストーンという石があります。攻略のヒントになることが書かれているんですけど、バルフェイムの伝承、つまりは背景ストーリーについて書かれているものもありますね。そんなね、ルーンストーンから語られるストーリーを、タコスなりに解釈して今回は動画にしてみました。ただですね、タコスは英語が全くできないので、翻訳はですね、サイトに頼りっきりでございます。なので間違ってたらすいません。解釈も人それぞれだと思うんで、いろんなコメントがあったら嬉しいですね。それではね、精一杯いい声で読んでいくので楽しんでいってください。それでは行きましょう。まずはルーンストーン読む前にですね、バルフェイムの世界観、これがね語られているオープニングについてちょっとだけ解説しようかなと思います。はるか昔、万物の父オーディンは世界を統一した。彼は敵を倒して第10世界へと放り投げ、彼らを世界樹につなぎ止めていた枝を裂き、世界樹を怒りもつかぬまま漂流させ、流刑の地とした。何世紀にもわたり、この世界は不安な眠りについた。しかし、滅びることはなかった。氷河期が過ぎ去り、神々の目から逃れて、王国が攻防を繰り返した。敵が再び勢力を増していると聞いたオーディンはミッドガルドに目を向け、ワルキューレたちを戦場に送り出し、最強の戦士たちを探し出させた。彼らはこの世の死者となっても再び蘇るのだ。バルヘイムで。という感じでね、スタートしますね。バルヘイムは北欧神話をモチーフにしたゲームなので、オーディンとか、ミッドガルドなどのね言葉が出てくるんですよ。で軽くですね解説すると、北欧神話では9つの世界があるとされていて、ユグドラシルというね世界樹ですね。世界樹がこの9つの世界を貫いて存在すると言われています。バルフェイムの世界でも空を見ると存在する木、これがユグドラシルですね。プレイヤーが行動する世界は北欧神話で語られることのなかった第10世界、これがバルヘイムです。北欧神話に出てくる神様のオーディンは世界を統一したんですが、倒した敵をね第10世界に放り投げて、世界樹からも切り離し島流しの刑にしてました。しかしこの第10世界で敵は滅んでおらず、力を蓄えてきており、それを聞いたオーディンは人間界ミッドガルドに目を向けて、死者となる優秀な戦士を部下に探し出させ、選ばれた戦士は蘇り、このバルフェイムの世界でオーディンの命により敵と戦うといった感じですかね。世界を統一したオーディンさんならすぐに倒せるんじゃないかなと思うのですが、多分ね忙しいんでしょう。さて、そんなこんなで選ばれた戦士がプレイヤーということです。バルヘイムのね世界観を紹介したところで、いよいよねルーンストーンを読み上げていきましょう。ルーンストーンってねいっぱいあるんですけど、ちょっとストーリーについて語られているものか、モブたちのね過去の話について語られていそうなルーンストーンのみをバイオームごとに紹介していきたいなと思います。はるか昔、万能の父オーディンが世界を統一した時、彼はバニル族、巨人族、そして他の誰よりも古い生き物たちを投げ捨てた。その中でも最も偉大な者たちは殺すことができず、フォーセイ君としてこのバルヘイムに永遠に追放された。彼らが大地を踏みしめるとき、それ以下の生物は太鼓の皮の上のパンくずのように飛び跳ねる。彼らを見ればわかるだろう。このフォーセイ君というのは見捨てられし者、つまりはねボスたちのことですね。オーディンですら殺すことができずにこのバルヘイムに通報したと書かれています。そんなボスをね人間に倒させようとするオーディンさんはさすがですね。旅人よ、私の警告の証人となれ。
我々はオーディンの意志を継いでここに来た。前途は険しく、危険は大きい。命を大切にするならば、この草原にとどまり、木々から離れた場所に住まいを構えよ。角のあるもの、そして彼があなたに対して送る生き物を恐れよ。我々はオーディンの意志を継いでここに来たと書かれてるので、プレイヤー以外にもね、このバルヘイムに派遣された戦士がいることがわかりますね。最後の角のあるもの、そして彼があなたに対して送る生き物を恐れよ。角があるものというのは多分エイクスレのことですかね。あなたに対して送る生き物を恐れよということなので、襲撃のことを指してるのかなとも思います。他のね戦士たちが書いたであろうルーンストーンもいっぱいあるんですけど、長くなりそうなので機会があれば紹介したいかなと思いますね。さてお次、黒い森です。黒い森で見つかるルーンストーン読んでいきましょう。古のものに気をつけろ。大昔、彼はユグドラシルそのものの目であり、人と木が友であった時代の知恵の力であったとカラスは言う。今彼は斧を軽蔑し、神々の業に敵対している。オーディンはその高慢さのために彼をここに追放したが、彼の根は深い。このルーンストーンは長老のことを語っていると思われますね。大昔、彼は偉大なるユグドラシルそのものの目であり、人と木が友であった時代の知恵の力であった。ということは、長老はユグドラシの一部だったということですね。斧を軽蔑し、神々の業に敵対している。オーディンはその高慢さのために彼をここに追放したが、彼の根は深い。というね、斧を軽蔑しということは、森林伐採ということだったのでしょうか。どれだけ高慢だったか分かりませんが、ユグドラシルの一部だったなら、ボスになるのも頷けますね。ミッドガルドのトロルは、あなたの記憶から消えつつあるかもしれない。少数で寂しく、湿った洞窟に身を潜め、弱く、無鉄砲なものの骨をかじる。オーディンの意志により、彼らは暗黒の地へと追いやられた。しかし、バルヘイムでは繁栄した。ミッドガルドの誰もが、偉大なるトロルが大地を踏み鳴らし、喜びのあまり木々をなぎ倒すのを見たのは、もう何世紀も前のことだ。見知らぬ土地をさまよう者よ。この偉大で気高き光景を見よ。そしてキビスを返して走れ。こちらはですね、トロルのルーンストーンでございますね。これでわかることは、トロルはね、なんともともとミッドガルドにいて洞窟に暮らし、弱者の骨をかじる生き物だったとされています。もともと人間界にいたっていうことですね。で、オーディン様によってこのバルヘイムに追いやられた後繁栄したとありますね。バルヘイムに来て繁栄する生物もいるようです。大地を踏み鳴らし木々をなぎ倒す姿こそトロル。最後にこの偉大で気高い光景を見よ。そしてキビスを返して走れとありますね。皆さんその勇ましい姿を見て全力で逃げましょう。お前たちの中で人殺し、親族殺し、反逆者は誰だ？兄弟の背中に刃を向けたのは誰だ？母親の腕から赤ん坊を引き剥がし、略奪者の家に火を放ったのは誰だ？お前たちが何も覚えていないことを幸いだと思え。お前たち一人一人は偉大な戦士であり、戦士の魂は決して清らかではない。だが、オーディンはお前たちに二度目のチャンスを与えた。オールファザーを称えよ。これからわかる通り、戦士たちは生前の記憶を覚えていないということがわかりますね。戦士たちの魂は決して清らかではないということは、何かしらのね、罪を犯している者が選ばれるということですかね。罪より強さを重視して戦士を選んだということでしょう。2度目のチャンスを与えられた今、必死に頑張るしかないですね。
さて、ここから沼編でございます。沼のルーンストーン読んでいきましょう。はるか昔、バルヘイム世界には誇り高く高貴な人々が住んでいた。彼らは雲に触れるような大きな塔を築き、地中深くから貴金属を掘り出した。しかし、その誇りが破滅を招いた。彼らは神々に挑み、ニーシルとバニルに戦いを挑み、自滅した。偉大なるオーディンは彼らの土地を平らにし、ロキは彼らの鉱山を火で焼き尽くした。偉大なソウは彼らの塔を壊し、フレイヤは潮の涙を彼らの畑にまいた。今、彼らは何百年も深く沈んでいる。彼らの物語を歌う歌はなく、大地は彼らの都市を奪ってしまった。しかし、誇りを完全に殺すことはできず、その最後の戦いで戦った戦士たちは、彼らの肉体が塵となり、塵が消え去るまで降伏することはない。彼らは古代の鎧をまとった不浄の亡者、錆と絶望のクリーチャー、ドラウグルとして蘇る。彼らを壊し、葬り去り、自分たちが死んだことを知らしめるのだ。これはドラウグルのことが書かれたルーンストーンですね。ドラウグルは昔高貴な人々でしたが、誇りが高すぎるあまり神々に戦いを挑んだとありますね。だいぶ調子に乗っていたということでしょう。で、オーディンに都市を平らに、ロキに鉱山を火で焼き尽くされ、ソウに塔を壊され、フレイヤに潮の涙を畑にまかれ、散々な目に遭ってますね。北欧神話に出てくる神々にボコられたにもかかわらず、まだ降伏せずに塵が消え去るまで戦うことをやめない不浄の亡者、それがドラウグルのようですね。神に挑むほどということは、相当反映していたと思うんで、昔のドラウグルたちを見てみたいものです。我を読む者よ、スルトルについて知っておくがよい。彼らの邪悪さの餌食にならぬように。はるか昔、大悪魔スルトルは最初の者たちによって倒され、滅ぼされた。彼らは剣と継いでスルトルの肉体を長く打ち続けた。火で作られた彼は、そのあらゆる部分が火であった。ここにスルトルの脳があるとか、ここにスルトルの肝臓があるとは言えなかった。つまり、スルトルの断片は全てスルトのままだったのだが、パワーと思考力と記憶力だけがずっと弱くなり、再び完全になることはできなかったのだ。今、私たちはこれらの断片をスルトリングと呼び、見つけたら火の最後の燃えかすのように踏み潰すか、根源から炎を断つために水をかけるべきである。彼らは遠くから火を放ち、恐怖と破壊を引き起こすことに喜びを感じる。ちりぢりになっても悪魔は先住者たちの子供たちに復讐しようとする。こちらはスルトリングについてのルーンストーンですね。今いるスルトリングは断片であり、元は大悪魔スルトルとして存在していましたが、最初の者たちによって倒され滅ぼされたとありますね。最初の者たちとはおそらく、最初にね、バルヘイムに呼び出された戦士たちのことではないでしょうか。長い間、剣と継いで打ち続けた結果弱くなり、完全になることはなく、断片として生き続けているのがスルトリングのようですね。昔はどれほど強かったのか、戦ってみたいものですね。休め、さすらいの人よ。そして亡霊のことを考えろ。戦士が死ぬと、その魂は割れて周囲の大地に染み込み、新たな生命を育み、後に続くものを強くすることを知っている。しかし、もし戦士が偉大な功績を残さずに死んだとしたら、その魂はあまりにも薄く、
空気のようだ。その魂はいろりの煙のように上へ上へと流れていく。このような魂のさざれは時に木の枝に長くとどまり、恨みと嫉妬に駆られた哀れな影となる。絶望の淵に吹き飛ばされた彼らはまだ生きている者たちを捕食するためだけに残る。見かけたら殺して慈悲を与えよう。さてこちらですね、レイスのルーンストーンですね。レイスは何の功績もなく死んでしまった戦士たちの魂だそうです。レイスを倒すイコール、戦士を倒していると考えると、なんか考えるものがありますね。沼序盤だと苦戦する理由も、戦士が相手と考えるなら納得の強さですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。